こんにちは。カナダ在住のチャコです。カナダ生活でいろいろあった波乱爆笑ストーリーをシェアさせていただくチャンネルです。ラジオを聞く感覚で楽しんでいただけたら幸いです。今日はアメリカ軍のアーミーたちに囲まれた話。私普段は日本に帰国するときね、エアカナダの直行便で東京に飛ぶんだけど、ずっと前に一度だけかな、多分値段が安かったんだろうで、トロントからシカゴ経由で東京に飛んだ時があったのね。アメリカのユナイテッドのエコノミーの機内は背の低い私でさえちょっと窮屈な席なのね。で、東京からシカゴに飛んだ時なんだけど、私の席がなんとアメリカ軍のアーミーの人たちに囲まれた席だったのよ。多分50人ぐらい乗ってたような。私の記憶が確かなら彼らは北海道で日本の自衛隊と合同訓練があったって言ってたな。で、しかも私の席は真ん中で両方にアーミーのお兄ちゃんたち、もちろん後ろも前も横も団体で見渡すとみんなアーミーの人たちなの。さっきも言ったけどさ、ユナイテッドのエコノミーは席が狭くて両側に座ってるアーミーのお兄ちゃんたちの腕も私の上にかぶさるほどなの。でね、真ん中の席に座ったことある人ならわかると思うけど、腕をかけるとこが隣の人と微妙なのよ。なんで私一人が彼らに囲まれた席だったんだろうって。CA さんでさえも不思議がってたほど。ということで、東京から約12時間、悪夢の始まりよ。まず窓側の人も通路側の人も、飲み物の時間になると毎回アルコール頼むの。それはいいんだけれど、あまりにも何回も頼むから、CA さんももう終わりよって言って彼らに与えなかったら、片方の彼が私に、君アルコール飲まないんだったら僕の分頼んでくれる？って言ってくるのよ。仕方なく1回はお出したら、またお願いって数回頼んでくるの。マジかよって思ってたらさすがに CA さんにもバレてオーダーせずに済んだの。イヤホンしてさ、映画見てたら、その彼が酒飲みすぎて寝たはいいが、ぐったり私に寄りかかってくるわけ。もう勘弁してよって感じ。かと思ったら今度は片方の彼がアニメが好きとかでガンガン話しかけてきて、いろんなアニメの写真見せて説明してくんの。最初はそうなんだって返事してたけど、もう何回も見せてくるから、私アニメにはあんまり興味なくってやんわりと言ってさ、イヤホンして映画見始めたんだけど、こっちの状況全く無視でアニメの話数時間止まらないの。そうこうしているうちに他の席にいたアミが、お前らジャパニーズガールに囲まれてずるいぞ、席変われって言ってきてさ、私もこの人たちから離れたかったから、めちゃめちゃいい機会だと思って席変わったのよ。機内の真ん中の3つの席の通路側に変われたのよ。これでようやくゆっくりできると思ったら、なんと隣のアミがまた世間話してきてさ、軽く切り上げて映画見始めた私にトントンって指で合図してきて、しまいには彼女とうまくいってないだのなんなのって延々と話し出してきてさ、感情的になった挙句泣きそうになってんの。もう勘弁してくれって心の中で叫んで、ごめんなさい、私眠いからこれから寝ますって言って目つぶって休んでたら、わかったって言うんだけど、また少ししたらトントンって指でつっついてくるの。CA さんにも他の席に移りたいって頼んだけど、満席でもう無理。私の12時間はほぼリラックスできずにシカゴに到着したの。ようやく彼らから解放されたとほっとしたのもつかの間、1時間待ちでシカゴからトロント飛ぶ飛行機が遅れて、それも最初1時間、そしてまた30分、2時間、お昼の1時過ぎに飛ぶはずだったのが、なんと夜中の12時過ぎ。ねえ、みんな想像できるでしょ？ただでも長時間の飛行機で疲れるのに、アーミーとのやりとり12時間、そして11時間以上の遅れ。幽体離脱しそうよ。シカゴは天候が変わりやすい街で有名で、飛行機が遅れるのはしょっちゅうらしいんだけど、当時の私は携帯なんかないから、その時トロントの空港に迎えに来る友達に連絡しなきゃいけないと思ってテレホンカード慌てて買ったらさ、アメリカドルなくなっちゃってさ、食べ物もお水も買えない状態。カナダの銀行カードは持ってたんだけど、クレジットカード当時まだ持ってなくて、11時間以上飲まず食わずで、お腹はすくわ、喉は渇くわでもう限界。後日その女に話したら、カナダの銀行カード使えたのにって言われて、っ
って思った。カナダのアパートに着いたのはなんと夜中の2時過ぎ。ユナイテッド航空のせいではないけれど、それ以来ユナイテッドはトラウマになり乗っていない私。それでは次回に続きます。